京都2日目です。清水寺あたりを観光してきました。歩き回って足はクタクタですが、もっとクタクタになるようなことが。私の旦那はアメリカ人、日本では外国人です。私は日本人でアメリカに住んだら外国人です。外人。uncomfortable overall。ちょっと恥ずかしいでしょ。うわ、やばい家族だなって思われる。Did you hold it? Is it heavy? No? いつ来てもここの清水寺は本当に歴史を感じさせてくれます。ゆっくりそれを持って、よし。大人だからやらないけど聞くんだね。はい、中に入って。このお寺のお線香の煙は果たして頭とかにつけるようなのか本当のところはわからないけど、そんなことも疑問さえ抱かずやってしまう日本に慣れているビル。日本の陶器も大好きで、もう何軒もお店に入っては皿を購入してすごいなーって感心しています。包装一つにしても正直息ができなくなるくらいすごい技。私が洗濯物の畳むより1億倍うまいです。雨の日だからとど親切。出会った当初は刺身さえ知らなかったビル。今では納豆以外は全て食べれます。それでも時にふと考えることがある。外国人として日本に生きること。So being in foreigner in Japan is uncomfortable overall? It can be a little bit uncomfortable. I think even if you speak Japanese, it's a little bit uncomfortable in more rural areas where, you know, like I was walking down the street and kids are like, Gaijin or Gaikokujin. Yeah, looking at you. Right. So. They pointed out, no, right? They might as well have. So. これ石鹸なんだよ。ここがですね、海が6年生の時に修学旅行ができなかったので連れてきた場所に偶然通りかかりました。これは約3年前の写真です。修学旅行って必ず体験学習とかあるじゃないですか。だからここで体験学習をさせてみました。でもさ、子供はどう思ってんだろう。外国人の親を持って。じゃあダダが日本語を喋ってる時どんな気持ちでしたか？人の前で。人の前で。例えば私がアメリカで英語を喋れるのはうちの子たちはあんまり好きじゃない。結構嫌がってる。嫌がってないよ。本当？嫌がってるよね。ちょっと恥ずかしいでしょ。恥ずかしいっていうか。ちなみに僕とは話してる時は恥ずかしくないんだけど、ただ人がこっちを見て、うわ、やばい家族だなって思われるのは嫌だ。どうしてやばい家族？だってなんか喋れないんだねって。まあ喋れないんだみたいなね。なんかね、やっぱり私がアメリカで英語を喋れない様子とかを見られてる様子がコビは嫌みたいだよね。彼は？あなたために間違ったってたまに間違って。じゃあ逆に言えばダダが日本語を喋ってる時はどんな気持ち？間違ってる時はあんまりない。ダダ？単語だけしか言ってないけど、間違っているわけじゃないから。単語だからね。間違ってるのはまずあんまないね。
ダナが日本にいるっていうこと自体はどうなの？いること、いることに違和感を感じる？それとも違和感は感じない？日本っていう国に外国人が入って住むなんて、まあ、最近は珍しくはないかもしれないけど、あんま見ないから。You look, well, you are American. Italian American. And the way you speak in Japanese is how like an American speaks Japanese. And so whenever you go to like a restaurant and people take your order first, and then later they ask me, I sometimes like wonder if they are thinking that I also can't speak Japanese. Yeah. Definitely. And so it's like. So then when you speak Japanese, you wonder if they're like, oh, he speaks Japanese. Or because like I don't really speak that much in my daily life, so I wonder if they still think that I can't speak Japanese. 子供たちから言われる言葉は正直きつい時もあります。子供たちがもしハーフとして生まれてこなかったら、アメリカ人としてもしくは日本人として生まれてきたなら、そのまま大きくそこで成長したなら考えなくてもいいことだったはずだったんだけど、そんなことさえも通らなくていい道だったと思う。でもハーフで育って2つ分かるからこそ見えてくるものもある。食べ物は最高に美味しいとか、日本の子供たちのすごさだとか、アメリカとは違った楽しさだとか、ハーフだからこそ気づける部分がある。だから私も必死になって日本語を教え続けたんだと思う。アメリカの親戚の人たちは私の英語に心配してか、私がもし英語を子供たちに話していったとしたら、優子の英語はもっと上達していたんだろうなって。もう10年もアメリカにいるんだから。そうですね、俺の友達は3年しかアメリカに住んでないけど、お前より上手だぞって。よかったですね。できることなら私だって英語が伸びたかった。抹茶のそば。ビルは緑色のそばにびっくりしてました。That's our fate. Kids are humiliating. One way or the other. Right. When I'm in the States, Kobe humiliating. Right. So now that I'm in Japan, he's in Japan. You guys get to deal with it with me. Yeah. My turn. I went through 10 years, so I'm good now. In America, extremely rare, like speak Japanese. Extremely rare. But in Japan, it's like, it's not normal, but it's more common for people to speak English. Yeah, because there's a lot of people who come there for work or something. So here's the biggest difference. With you being in the States, there's other Asian people living as second, third generation Asian Americans. Right. So they've established themselves in the States. There aren't any second generation Americans living in Japan. An American being in Japan is completely standing out. I 私は今まで伝えたことはなかったんだけど、子供が大きくなったらどこに住んでもいいんだよね。正直アメリカでも韓国でもイタリアでもどこでも住める。ただ子供がいる間はやっぱり日本に住み続けたいなーって。そう思えるのはアメリカに10年住んで思ったことなんです。
アメリカ人と結婚したママ友たちも帰りたい人はたくさんいます。日本は本当にいい国だよねってよく話してます。でも現実問題だから帰るってことはできない。当然だけどね。家族がいる、経済問題、子供たちの学校っていうかね、最後は慣れちゃうんだよ、その環境国に。私もそうだと思う。別に住んでいてそりゃ文句はあるけど慣れちゃうんだよね。ちょっとね疲れは溜まってきてるのは間違いないんですけど。 So where do you like the most so far? Probably like清水寺はねやっぱりいつ見ても感動はしますよね。どうでもいいレポートでした。Living in Japan as gaijin, right? It can be difficult. Good time. Good time. Especially if you don't speak Japanese. And I'm a baka gaijin, so I never learned to speak Japanese, right? So that part's difficult. If you're gonna come and live in Japan, you gotta learn Japanese. So I gotta study my own. Do you feel like you have to speak Japanese? Because everybody tried to speak to you. Everybody not forcing themselves to speak Japanese to you though. Well, I feel bad coming to Japan and then being like, okay, you gotta speak English to me. So that part feels awkward. But usually if people speak English, it's more or less like, hello, nice to meet you, and then that's about it. 私たちはここのコーヒー屋さんがとってもクオリティの高いコーヒーだなと思いました。もしよければコーヒーの大好きな人は行ってみてください。ありえない家族って思われたとしても、これが私たちの家族です。いろいろな形があるように、いろいろな家族の形もある。何が当たっていて外れているかなんてわからないからね。やれることをやれる限りする。ありえないくらい悪い家族。ありえないくらいいい家族かもしれないしね。わからん正直。